その時結成当時に、こうピローズがこだわっていたこととか、将来描いてたビジョンとかはあったんですか？どうだったかな。あんまりでもなかった気がしてる。なんか、細かい設定とかね、あんまなくて、ザ・ビートルズとかさみたいにいい音楽っていう、いい曲でいい歌詞を書いて、できればいい声で歌っていい演奏でライブをやるっていう、本当にそれだけだったと思うんだよね。だから強い部分とだから弱い部分ってのがあって、みんな分かりやすいものが好きだからさ。めちゃめちゃ試行錯誤してた。キーワードがあって、なんて言うんでしょう、まあ平たく言うとビートルズみたくいい曲をいい演奏でやると言ってたんですけど、ところどころに出てくるキーワードがロックンロールって言葉だったんですよね。で、僕根底にロックンロールないギタリストなんですよ。こうとにかくいい音楽をいい演奏でやるっていう漠然とした方向に持ってったと思うんですけどね。まあそれにはこう反対する理由が見当たらないからね、誰も。初期の頃は何とも言えないいびつなスピードもう速いのか遅いのか、なんかとにかくスムーズではない感じだったと思うね。ところどころに出てきたロックンロールって言葉に実は結構初期の段階僕はギタリストとして振り回されてはいましたよ。まあもちろん螺旋階段だけどね、別に今が頂点とも思ってないからさ、15年やってて。ある意味分かりづらかったかもしれないね。ただ音楽をやるっていうのはすごくこう音楽評論家的にもぴったりの言葉を当てはめるのがすごい難しいと思うし、どこのポジションを置いていいか分かりづらいっていうか、あんまなかったと思う、そんなにこだわりは。まあ今もないと思う、それは。どうもはじめまして、ザ・ピローズです。ベースをやってます上田健二です。ギターをやってます T です。ボーカルとギターの山中です。ちょっとドラムの新一郎です。新一郎です。アイライクドライ。そうだな、それすごい覚えてるわ。上田さんから分かってきて、解散するんだと、ケンジャントリップスが解散するという電話がかかってきて、まずそれに驚いて。上田はまあ初代リーダーなんで、ベーシストとしてはパンク界で有名なやつだからね。1年間ぐらい札幌に帰ってきて、それでその時に山中と知り合ってさ、それで戻ってからもね、山中のテープとかね送ってもらったりしてたんだよね。そんでまあいいなと思ってたから、でも解散という言葉が出た時にはもうその2秒後ぐらいにはもうすぐもう山中ってヒュッと思って、もなんかだんだん楽しくなっちゃってたからね。上田さんに高校生の時も一緒にやろうって話があって、でもまあうまくいかないでっていうか、まあすれ違って、まあ結局やんないで、そんでケンジやってたでしょ。でその後コインロッカーのメンバーになって、ああこのメンバーでやるなって自分で思ってたから、上田さんとやりたいなってのがあってもこのメンバーとずっとやっていくんだなってこう思い込んでたのに、
電話が来た瞬間変わったんだよね。あ、上田さんとやりたいなって思っちゃったんだよね。もう山中君と新しいバンドやりたいと思ってるんだっていう言葉を聞いて、すごいびっくりしましたね。最初の頃に元ケンジ&トリプスの2人が組んだバンドみたいに言われてたんだけど、でもそうではなくて上田と山中が作って、俺は後で誘われて、それからしんちゃんに上田さんが、札幌のライブで何回か顔合わせたことあるコインロッカーベースの山中君っているじゃないっていう、彼と今度バンドやると思うんだけどしんちゃんにやってほしいんだと、上田さんの方から言って、おそらく僕のデモテープかなんかも聞いてやろうと。僕が最後にギタリストとして入ったわけですよ。まだピローズの名前もないけれども、トリオでやろうと。最近トリオでガツンと人気あるバンドいないじゃないみたいな話になって、もともとは3人バンドでやるのが理想だったみたいなんですけれども、一回リハーサルに入って僕のギターが話にならんともう2人頭抱えちゃって、もう全然ダメだと。で7人ぐらいオーディションしました、ギターを。全然ダメだったかな、みんな。みんなさこうやってやってさ、ワンツースリーフォーチマ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 ってやってんだけど、ピーちゃんいきなりバッと来てさ、ジャーダーっていきなり立ってさ、ノリノリで弾き出したからさ、これだなと思ってさ。こんな感じだから真鍋君のやつだもの本当にすごくてね、北海道で当時アマチュアのくせに普通に600人とか700人とか呼んでホールとかでやっちゃってるんですよ。僕もその当時もともとやってたバンドが解散してた時期でもあったし、さあ次のスタンスはどうしようかと、冗談抜きで本気でトーキングヘッズ入ろうかなとかホリスに入ろうかなとか、それぐらい思い上がってたギタリストではあったんですよ。でもみんながそれを冗談と思わないぐらいの勢いもあったのも真実なんですね。超満そう班長頑張ろう。いいですか。はい行きましょう。札幌のフェルシャの真鍋君がこれで加わるんだら本当にすごいなと思って、それでセッションをして、非常に面白さと可能性を感じたのでちょっとやってみようかな。よし。飛行機のチケットを送りつけたんだよね。全く面識ないので、スタジオ入ってすぐ、もうすぐかな、もうぜひと思って、この人だと思った。寒いわ。それでやっと、4人揃った。どうして立ち止めてくれ
京に出てきて、1回ライブやってその後に初めて見たんですけど、結構もうかなりまとまってて、なんかね、明るい感じのポップないいバンドでしたよ。分かんない？例えばさ、俺喋ってたじゃん。デモテープを音源と資料音源としてもらって、それでインタビューしたんですね。でその時の印象は、大してうまくはないんですよね、まだ技術的には。ただ非常に勢い、ラフな感じっていうのがバンド感がすごくあって、で結構ポッピーラリティっていうかメロディーラインもきっちりしてる面白いバンドだな。サウンドも結構ジャジーな曲があったりとかして、難しいことをいっぱいやってるなっていうのがまず印象的ですね。そうですね、ピーちゃんはとにかくね、この左手の親指がとにかく出っ放しでものすごくかっこいいんですよ。あと山中はね、まだ10代だったと19だったと思うんですけど、すごい連中に囲まれてちょっとまだおとなしい感じだったかなっていう。結成した当時は本当に年齢的にも僕だけすごい離れて年下っていうことだけではなく、多分それ以上に中身は本当に子供で、変わろうと変わりたいと思ってました。今回5曲入りのミニアルバムをキャプテンの方からリリースするということになりまして、今日はその告知のために出てまいりました。今はロフトのライブ終わった直後なんでちょっと頭が飛んでいますが、一郎さんどういう仕上がりですか？最高ですね。一言で言って。山中さんの方はノリあり、アコースティックあり、なかなか楽しめるバラエティーに富んだお曲だと思います。T さんはあれですね、まず買って聴いてみてくださいと。はい、なかなかの問題作ですから。問題作です。そういうことで、90年5月29日ミニアルバム、パントマイムを出した時の心境っていうのはどう？すごい複雑だった。ジャケットが面白いね。なんであんなことやったんだっていうジャケットだな、あれ。当時の20歳の僕にはものすごい興奮する出来事であったことは間違いない。上田健二と慎一郎はもう経験者なわけじゃないですか。バリバリスタジオ入っても余裕があるし、パントマイムを出した時っていうのはやっぱそれなりの考えはあったんだろうな、きっとこう。僕と山中君は必死でしたね。ある意味舐められてた部分もあると思うし、楽しくはなかったですね。必死でしたね。やっぱりいろんな意味でデビュー当初っていうのは周りとも戦ってたと思いますし、山中とかすごくやっぱ頑固なんで、僕もある意味頑固なんで、ぶつかったことがいっぱいありますよね、過去に。でいつも止めるのがピーちゃんとしんちゃんが止めるという。ピローズってのは、今振り返って客観的に見るとバンドサウンドが完全に出来上がってからデビューしたバンドじゃないので、非常にデビュー後も試行錯誤を続けてたバンドなので、音楽的な面でいくと、いろんな可能性の模索の時期だったと思いますね。ピローズの初期というのは僕はダメな時期で、いい楽曲は提供できたと思うんだけれども、バンドの立ち位置というか不満があるんだけど、そのことを言えばいいタイミングで言わないで、もう後からこそっと言うみたいなことも多かったと思うし、そんな感じの CD の作り方をしちゃったと思う。
ですね、6月の21日にメジャーデビューアルバムがリリースされました、こちらですね、タイトルが「ムーンゴールド」であります。コンセプトとかってないんですよ。あえてなくて、はい、そういうのはなくて一曲一曲詩の内容から、曲調から結構バラバラで、一曲一曲をよく仕上げていくという感じで、まあでも手応え的にバッチリだということなんで、早速ですねビデオの紹介したいと思います、こちらはですね5月の21日にリリースされました、いわゆるですねデビューシングルになるんですね。ザ・ピローズで雨に歌えば。世の中になってる音楽、レベルを僕は作れると、それを分かってくれる人が現れるに違いないと、思ってました。いっぱいハガキが来ていい曲だとか大好きになったとか、そういう反応がもう本当に直接いっぱい来たので、一番パーソナリティ冥利に尽きる、それも自分が好きでいいと思って、好きになってくれたらいいなと思ってかけて、それをそのまま反応が返ってくるっていうのは最高の幸せ。自分たちの理解者みたいなものがお客さんとしてもオーディエンスもどんどん増えていくとともにですね、結構いい形で精神的には余裕が出てきたんじゃないかな。ポリシーだのへったくれだのっていう人たちが多い中ですね、彼らは割にさらっとしているっていうところが一つあるんですよね。さらっとっていうのは余計なことにこだわらない。やってる俺には分かってるっていうか、なかなかないバンドだな。バンドらしいバンドだな、すごく。本当に音だけが頼りのバンドだと思うのね、とっても。割とね、だから今のピローズは全然そういう部分では動じないバンドの域にはちょっと入りかけてきてると思うから、いろんな可能性があると思うんだよね。例えばヒットチャートの上位に食い込んでもおかしくないバンドだと思うし、今日は特別なゲストにリンゴスターを迎えてます。リンゴスターさん、どうぞ。はい、私がリンゴスターです。そう喋ってた当時は用意してましたよ。なんか、ライブ前にトイレにこもったりとかして、結構何も思いつかない時は苦痛だったりしたんだよな。喋りたかったかな、喋りたかったかな。結構目立ちたがり屋なんでね、喋りたかったかもしれない。ということで最後はみんなでなんていうの、大盛り上がり大会になっていきたいと思うんですけど、ピローズはね、とにかく、どんなにダメな時も音楽を通じてプレイヤーとしてソングライターとしてはずっと尊敬し合ってきたと思う、最初から。
なんだ2月からレコーディングでロンドン愉快なロンドンだろ。 Okay, this is Pillows live from London. Take 1, 114. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9.雑踏の中は静まり返った水面のように石ころ投げても波紋が広がる気配見せないで誰もが本当の心を隠して仮面をつけて笑ってる僕は No 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 ピエロを演じて君を待ってる当時こうロンドンにいる自分ってことに関してはものすごく浮かれてるの。モッツカルチャーどっぷりの頃だから一大イベントだったんだよね。眠れなくなって道端に一人。東京にでも上京してきた時とちょっと似てた。 Cheap at half the price. Hey, here we go. 東京に住んでロックバンドをやるなんてそんな自分がかっこいいような幻想を抱くんだね。でも飛行機乗って1時間半経ってさ羽田に着いて俺がかっこよくなってるわけないんだ。そんな感じだったよ。ロンドンにいる俺ってかっこいいんじゃないかみたいな。でも13時間乗ってるっていうだけで着いたらまあもちろん自分なのでそれをまあ痛感したかな。結構ライブを見に行ったりとかイベントを見に行ったりとかそれと2回目のイントロのブレイクレコーディング終わってからよく遊びに行ってたんですけどその時タウン&カントリークラブってところでジギー・マーレーというボン・マリーの息子のライブをついに体験しましてですね非常にその自分の中でライブというものがの見方がすごい変わったことがありましたね。91年にロンドンに行った時は僕は初めての海外旅行だったんで何から何までこうパスポートなんていうのも初めてだったからね新鮮は新鮮でしたけど。さらば青春の光のあのブライトの桟橋に今俺は立っているみたいな、っていうのと裏腹にそのレコーディングをしてる時とかメンバー間とかは僕的には最悪で。化粧済ませたくも化粧済ませたくも本当は早く帰りたかった。嫌だったすごい。でもう二度と海外はレコーディングしない海外には行かないっていう多分当時言ってたぐらい、逆に辛かったな。日本の方がやりやすいなと思った。それはすごい感じた。歌はね日本でやりたいな。なんかやっぱりあまりにもストレートに出るでしょ気持ちとかがいろんなそういうのはねそれはだからロンドンだからっていうんじゃなくて自分家じゃないっていうこと日本じゃないっていうかもともとねレコーディングってやっぱ煮詰まったりする人多いと思うんだけどフィローズはしない方なんだろうとは思うけどね他のバンドとか知らないけど多分でも自分なりに普段よりは多少そういう悩んだりしてこんな感じでしょうか。無理です別に慣れてるよ気にしてないよ
と念願のロンドンレコーディング行ってきたんですよ。それが嬉しかっただけいやスタッフが前回と同じだったんで、エンジニアに JJ とプロデューサーに両目さんで、ほとんど一緒、場所が違うだけで、だからもうリラックスできたかな。なんか1枚目よりもさらに1年経ってるんで、バンドらしさっていうのがちょっと強くなって出てるところに自信がある。それは音と音との関係とか。そうです。もうもろにそのこと。今回はジャケットをね、綿密な打ち合わせをね繰り返して、いろんなこと言ってくれるな。嬉しいな。これ言うなよ誰もと思ってたんで、ジャケットが派手でね、いいな、目立つ感じ。ファーストはね、ちょっと打ち合わせ不足でなんか結構地味っぽい感じだったんだけど、今回は派手で気に入ってます。やっぱ奥行きのある音っていうのはね、かなりね、やっぱ憧れるって言ったらやっぱ一番いいなと思うから、そういうものは出したいなと思ってた。それは最初のアルバムでその点がすごく不満やっぱ残ってたのかな。いや、最初のアルバムっていうよりもずっともうずっとやってきて、なんかもっと奥行きのあるものを自分の感じを出していかないとなっていう、それはアレンジでもあり、個人的なプレーでもあり、それが達成できたかなみたいな。見えてきたって感じ。すごくこう気持ち的にこう海外に負けていて、負けてるのが当たり前な気持ちでスタートしていると思うんだよね。俺もちょっと残ってるの、どうしても一生ゼロにならないな、でもね、それがかなり薄くなった気がする。言って全然大したことないなって、大したことあるバンドもいるよ、日本だっているよっていう、いいものはいい、悪いものは悪いってのはイギリスも一緒、日本も一緒っていう。ザ・ピローズニューアルバム「ホワイト・インカネーション」好評発売中。ピローズでサワパン詩を書くときに、意識していることとか、こだわってることとかっていうのは人よりねこだわってるのは音楽的なことだと思う。要するに歌詞と、今歌詞の話をしてるじゃないですか。だけどもそのメロディーとリズムに寄り添い方、そのふわりの感じをすごく強く意識してると思う、他のソングライターよりも。歌詞はねこうやって読むもんだと思ってないの、歌うか聴くものだと思っていて、音楽と切り離して評価されたいと思ってない。とりあえずさ、ちょっとだけ先の約束をしよう。辛いことあっても悲しくて涙流しても一緒にいよう。子供みたいな歩き方で何度もつまずくだろうけど、繋いだ君の手は決して離さないよ。だから大丈夫さ。流れ星を二人は見てた。願いは一つ、もう一度晴れ水星が僕らの前にまたその姿を表す日までずっとずっと
言葉そのものをすごくこう生々しくさらけ出すやっぱ山中君の作風で、山中の曲はすごくいい曲で詞も結構濃い部分があるので、結構その辺のこうメリハリがすごく、映画的っていうか、すごく音楽に真摯に、向かい合ってるのはリスナーも含めみんながすごくよく分かってる。夢を見るのはとっても寂しい、冷めてしまうのが怖い、君と会うのもなんだか寂しい、帰る時間が気になる、楽しい一日だったんですが、ちょっと皆さんにお知らせしなきゃならないことがあります。リーダーの上田健二さんからどうぞ。ですね、28日に仙台やるんですが、それで僕抜けることになりました。でまあ3年間、自分で考えてなんちゅうかね、まあ自分のわがままなんだけど、それで、我が道を進むということでみんなも納得してくれました。そういうことで、これからもよろしくね。ピローズは続くから。すごく我が強いタイプなので、上健さんも僕も、バランスが不安定な時期ではあったので、でもやっぱり駆け出しのバンドなので寄り添う気持ちと、でもやっぱエゴの問題、バンドっていうのはやっぱり常にエゴの問題がつきまとうし、山中じゃなくて上田は一応バンドを組んだリーダーであったから、まあ、今の山中みたいな感じのもスタンスじゃなかったのが難しかった原因なのかなと思う。うまく処理しないとバンドっていうのはやっぱり一時的には機能しても必ず変な方向に行っちゃうんですね。そのエゴの問題をクリアしない限りは。健全なこう音楽的なぶつかりがあって、まあ上田さんは抜ける形になってしまったんだけども、根底にあったのはそのバンドのエゴ、イニシアチブの取り合い、そういうものが一番今となっては印象に残ってる時期かな。僕を見つけてくれた人だからね、一番最初に痛烈に感じさせてくれたのはまあ上田健二さんかな。残り3人でまだやります。ベーシスト上田健二もやります。応援してください。ある日の、昼急に鹿島君っていうベースの子から電話がかかってきて、鹿島君は僕スーパーバッドのちょっとギターのアレンジを手伝ったことがあって知っていて、で彼が今ピローズというバンドをやっていて、ジンさんのことを勝手に紹介してしまいましたとか言って電話がかかってきて、それで今日ライブがあるんで時間があったら見に来てください的な感じだったのかな。気がする
しいよどこからか誰かが狙ってるターゲットは二人のハートさ Oh yeah 秘密の隠れ家で Oh yeah 落ち合わないか今夜僕と二人でこの街の出口見つけようよだってさ山中の曲が全て自分で主導したいという舵取りを宣言して、いやなんだか1年も経ってしまいました。今日はこんなにたくさん集まってくれて本当にどうもありがとう。すごい彼が引っ張ってるなっていう感じはしますね。第2期はさ、もうソウルっぽいのからボサノバっぽいのからレゲエからいろんなある意味音楽的なチャレンジをした時期なんで、サウンド的にはカラフルで、いろんな音を入れてありとあらゆるジャンルをやって、僕は元のカルチャーも好きだったこともあって、ちょっとその流れを組んだスーツを着てたりとか。彼女じゃなかった枕だったもともと器用なバンドではあったので、その方向性にとりあえず自分の幅を広げつつ進んだ時期かな。いつもそして、今日ここに立てんのもこの人のおかげです。スーパーバットの鹿島達也、イエー。鹿島キッドはね、実はこう頼んでレコーディングを頼んだ最初はきっかけはそうなのね。レコーディングだけやってくれみたいな。本当はライブはやらないよって言ってたんだけど、ライブもいいじゃんみたいに言って鹿島さんは、それも不思議なね、素晴らしい出会いでね、全然何にもオーディションとかしてないんだよね。さっと紹介されたのが鹿島さんで、その当時のピローズがやりたがってたことにドンピシャでハマったベーシストだと思いますよ。その第2期に入る時ですよね。ポール・ウェラーがすごい好きだったので、ジャムからちょうどスタイルカウンセルに移る、遅ればせながらジャムからスタイルカウンセルにやっと僕は移るぐらいだったんです。23とか4とかで、でそういう時にやっぱり何でしょうか、ちょっとウッドベースでジャズっぽいの弾いてよとかさ、ファンキーなの弾いてとかさ、こんなねパッパやれて、人も気が合う人で、しかもルックスまで良くてで真面目な人っていうね、それが身近でパッと出会うなんてね、なかなかないじゃないですか。彼がその頃のピローズに与えた影響もすごい多くてね。第2期ピローズとかにすごく合ってたっていうよりも、鹿島君がいたからできた曲とか、鹿島君が入ったからやった曲みたいのがクールスパイスなんかには多いんですよね。でそういう人と出会ってすごい勉強したと思う。いろんなことをベーシストっていうよりミュージシャンとして優れてるから、すごく影響を受けたと思う当時。ボールをこうギターのようにしてるとか、そういうシチュエーションがあっても面白いかなと思ってるんですよ。適当そうですね。だからその時にいいものが取れればっていうノリでやろうかなと思ってます。別にちょい役とかじゃなくて主役で出てた人です。身長183もあんの？第2期はすごくいろんな人の言葉に耳を傾けてみようと、関わる人すべて。おはよう。
周りのリクエストに、答えようとちょっとしてたかな。恋じゃない96年の頭、タイニーボートを出すいきさつとか出した結果とかがとってもメンバーが傷つくものだったんですよ。僕はいろんな人のね意見を取り入れて何かこう不純なものが混じってタイニーボートを出したみたいな形になっちゃったんだよね。でもこのまた変なもんで、今聴くと別でもやっぱあの曲すごいいい曲でね、曲に罪はないんだよね。すごい単純にその曲を出すまでのシングルの会議のこう会話とか、そういうのが嫌なん、そのプロセスが嫌だったんだよな。みんなが知る必要のないことが、でそれで売れないからすごく傷ついたんだ。なんか自分のこうポリシーをどっか曲げたような記憶にすり替わってるんだよ。実際何言って言われても多分大してないんだろうけど、なんかメンバーの中でもそういう記憶になってるんだよね。それで売れないとさ、本当にこうバカか俺はっていうかね。とっても僕たちポピュラリティのない音楽をやってないとは思ってないので、誰にも理解できない音楽をやってるとは思ってないので、僕はものすごいマニアックな音楽をやってるとやっぱ思ってないの。同じそういう土俵には立てんじゃねえのか。僕らの同期とか仲間、ものすごい売れたか解散しちゃったかっていう感じが多くてね、売れる売れないことに必要以上にこだわったり、それをこう優先順位のあまり上位にしてきてないタイプのバンドじゃないですか。やってる音とかも含めおそらく。とはいえ、ソングライターとしても彼らと自分のどこがどう違うんだろうと、なぜ僕は受け入れられてないんだろうという気持ちがすごいあったし、山中が苦しんでるのを見てますのでね、好きにやれと。ご紹介するピローズのマネージャーの皆さんです。うわー、ルックス的にはうさんくさいね。タイアップ全盛期だったので、なんとかタイアップを取った上で100万枚売れると。世の中でいわゆるタイアップブームみたいなのがあって、売れるにはタイアップみたいな15秒のキャッチーなサビみたいなのが前提みたいな時期があったんですね。メンバーの思いと、僕のその根拠がない100万枚等に関しての絶対的なそのズレというか、っていうのが間違いなく生じてて、で僕たちもそれにチャレンジしたことはしたんですよね。でも結局それはチャレンジであって本質ではなかったわけで、楽曲的にも第1期も第2期も非常にいい曲がすごくいっぱいあったので、ただ僕はこんなこと言うのもあれなんですけど、商業的には非常に恵まれなかった第1期第2期。とにかくね、こう第2期の終わりは最も最悪な時期で、バンドの健康状態というものが。でその頃が本当に多分メンバーも辛かったと思うし、僕も本当辛くて、岩手でライブをやったんですけどね、ちょうどその第2期の終わりぐらいに事務所の社長が「どうもよくないね」みたいな感じのミーティングをわざわざ設けて、いろんなものがありすぎて、で何をしようとしてるのかよく分かんないと、そういうのがその時のライブでも感じたし、今やんなきゃいけないことがあるはずだと。もう一遍そういう高校生の頃に、バンドを作った頃の、イメージに戻ってちょっと作ってみないかというふうな話をしましたね。それが多分今のビローズのサウンドのロックサウンドになってると思うんですけど、もう楽しくやってなかったんだろうね、その時ね。
そういうのが伝わって、なんかこう第2期の終わりっていうのは本当にこうバンドが一番こう落ち込んでた時期っていうのは、まあ、有名な話なんですけどね、そういう落ち込みがライブにも出てたのかなと思って。ライブってもっとこう夢中にやるもんだけど、省エネでやってたような気もするしね、なんかそう。Ladies and gentlemen, The Pillows.第3期突然とストレンジカメラの曲がその沈み切ったおかげで僕は作ったわけですよね本当にいいの作ったなと思って。で第3期は自分らではストレンジカメラオンという曲からのことを第3期って呼んでるんですけど、まあそれは聴けば分かるんじゃない。いい曲ができたなと思ってたんですが、そのストレンジカメレオンの前までのタイニーボートと、ストレンジカメレオンっていう部分では本当に楽曲的なものも違うし、じゃあ今まで作ってきたものはどうなるんだとか、僕らが呼んでるその第2期ピローズから言うと全く違うバンドのような、なんかある種そのスタイリッシュなピローズは今こういう感じっていう売りがあって、そこでこうみんなでやっときながら突然山中はソングライターとして本当にメーカーからも反対されるような、でも自分がいいと思うような曲をやっていきたいということで、ストレンジカメラでいい曲できたから、ちょっと今までの全部忘れてくれと僕は言ったわけですよね。なんか僕はその第2期の後半になんか自分のその気持ちに不純なものが混じってしまって、ちょっと傷ついてしまったこともあり、とにかくストレンジカメラ以外はないと当然スタッフから猛反対を受け、なんですが、もうねその時はもう僕はその時第3期に入っちゃったんです、僕一人で、一人第3期ピローズになってたんですよ、だからさっきの話とまるで逆ですね。誰の言うことも聞かん、もう1ミリも聞かない、その僕に魅力があると思えば助けてほしい、それ魅力を感じなかったら僕を切ってくれて構わないって。第3期、本当の意味でシンプルなバンドサウンドに彼らも立ち戻って、ある種立ち戻らざるを得なかったような気もしますけど、捨て身というかすっぱだかというか、もうダメならダメでいいよっていうか、なんて言うんでしょう、正真正銘の背水の陣といいますかね。ストレンジカメレオンっていう楽曲を、ライブで聴いて、本当正直感動して、涙が出るぐらい本当感動したんですけど、それとともにやはり本当に沢君のもう本当に SOS っていう感じにも受け止められたし、シンプルな方に戻ったって、ロックバンドっぽくなろうとしたのが第3期かな。もうこれでダメであればもうバイバイと、それぐらいな気持ちで始まった時期なので、それが急に評価と数字を生むことになりまして、誰の記憶にも残らないほど、メンバー的にも精神的な部分でも音楽的にもすごいある意味充実して、すごく前向きになっていた時代でもあって、自分たち音楽を作るということに関してもすごく
新しい何かを見つけたちょうどそういうそれに乗ってきた時期であって、スタンスとかやるべき音楽とかそういうのがすごくよく見えたと思う。一つの何かをようやく見つけ出したのが割とミスター・ロスマンっていうアルバムがあって、自分の中に隠れて育ち続けているんだ。僕らは間違いながら。この前レコーディングしてて、僕よくジンさんと2人きりで作業するんですけど、ぽつりと「プリーズミスターロストも本当にいいアルバムだな」って言ってたのを聞いてね、ジンさんもその時のチームの一員でしたし、その僕らの決意と覚悟も知ってたから、あのアルバムに漂う何かっていうのは多分そういうものだと思うんですけれどもね、実際そういうものを元に載せられる資質がこのバンドに備わった時期でもあったと思いますよ。真鍋君は一発目に初めて聴いた曲の一発目のギターソロがそのまま良くて、ローズの振りはビジュアルルックスですからね。それで売ってれますよ。山中の各、詞曲、そしてビジュアルのルックス、これで言ってますね。新地の子はね、すぐものすごいスピードで僕の曲を把握する。だから一回り目二回り三回り目でもうすぐ行きたいとこ、抑えたいとことかピタッと合うっていうの。しんちゃんはね、縛られない、時間にも何にも縛られない、ある意味成人男性にはない感覚を持ち続けてるのが未だに変わんなく残ってて、ここはとっても魅力的だなと思います。それはびっくりするから、後から順入って大変だったと思うよ。急にそんなとこにねポーンと入れられて、何にも言わないからね、順にも普通に俺が知らない曲弾き出すともう弾けっていうことだから。サウンドを作るその瞬発力っていうのはピローズはすごい。パッて澤君が持ってきて、それをバンドでバッて音出した時になんかね、おーっていうのは入った時にすごい感じたし、それは今もそれは変わらないですね。それは今も変わらないし、これからも変わらないんじゃないかなと。そこがピローズのすごいところだなと。佐尾君はやっぱり僕が担当してからでもすごく人間的に変わってきたっていうところもあるので、白黒はっきりしてるんですけど、やるものに関してはすごく覚悟を決めて、人のせいというか本当に自分が責任を持って、何でもできる人間なので、本当に信用できるというような人間だと思います。とにかくいつもピローズのことを考えているっていう、ピローズを通してするアクションは全てなんか楽しいのかな。ピローズっていうバンドはすごく稀有なバンドだと思うんですね。なんで15年もやっててクオリティが落ちないのかがわからないんですね。同じことをやっているように見えるんですが、実は常に変化していて、ロックバンドでこんなに楽しい音楽をやる人たちっていうのは本当に数少ない存在だと思うし、本当にメンバー一
一人一人が、本当に尊敬し合ってると思うんですね。いろんな意見に耳を傾けることがあっても最終的に決めるのは自分たちだ。いろんな流行りがあったとしてもそこになびくをせずにっていうのをもう本当しつこいぐらいやっぱり結成以来、今に至るまで貫き続けてきた結果がやっぱ今日の15年を迎えるってことになった。だからそういう風なところを真の意味で貫き通してるっていうバンド、これはなかなか日本のミュージックシーンでもいないとは言いませんけど決して多くはないなっていうのはなんとなく思いますね。多分あと20年も多分やってると思いますよ。あれだけのクオリティのものをこんだけ出し続けられる人っていうのは日本にもそういないと思うし、枯れるって言葉がないのかなっていう思うし、いや本当大好きだしね。音楽に対する常に何て言うんでしょう、前へ前へっていうか前進する姿勢とか、何か新しい自分たちを見つけようとする姿勢だとか、そういうところにすごい惹かれるし、大好きなバンド。マラソンじゃないですか。本当楽しいよ。趣味だもん。ピローズと共に僕は人生を歩んでると思いますね。こんな感じ。その一番ダメな時期に、メンバー2人を呼んでちょっと話があると言って呼んで、今実はこういう気分ですと。で僕はもうどうしても自分のやりたいことをどうしてもかなりの狭い道を貫きたいので、多分メーカーも切られてしまうし、アマチュアに戻ってしまうかもしれないんだけども、どうしてもそれをしたいんですがという、相談をしたら即答で「いいよ」って言ってくれて、でっていうか今までも何も我慢なんかしなくてよかったなんて、好きにやっていてずっと思ってたよって言われてね、そうかっていうね、いいメンバーだなと思いましたね。メンバーは僕結構年上なのでもうそれなりの年齢であったんですけど、結構かっこいい瞬間を見ましたね。でも第3期ストレンジカメラを出してアルバム「ロストマン」出てからがすごい美しいと思う。もう本当にずっと同じことをやってるだけなんで、いい曲を書いていいライブをやっていい CD を作る、ずっと同じことをやってるね。でも同じではないっていう、ぴったり同じではないっていう、ちゃんと真剣に自分の人生に真剣に、音楽に真剣に、何に対しても手を抜かないできたので、やっぱちょっとこう上がってたようなだなと思う。それが今この15周年のおっさんバンドにみんな優しいんだと思うよ。嬉しい、素晴らしい、嬉しい。今日初飯だこれ。最初ね全然今日はこういうこういうことでやんなきゃダメなんだなっていう覚悟を決めなきゃダメと思ってて、全然やれると思う。よかったよかった。喋りすぎた。喋りたいの最近。いやいやごめんなさい大丈夫ですからいけてますからね。本来喋りたいな。マイク変わらない喋り用のマイク。こいつかいいピンマイク。しかも漫才みたいな骸骨マイク。いいねスタンドだ。微妙なんだよね。喋りたいのは絶対ピローじゃなくて山中さんは喋りたいんだけど、俺の思ってるピローズ山中さんはもっとかっこよくなりたいんだけど、それと別に普段の俺としてはものすごい喋りたい。
かなり中途半端つまんないことも受けたりするじゃん。15年やってこういうライブやってながらこれが真実なんだと思うよ。抜け出せない。素晴らしい。これが今の真実だと思う。まあ昔あったじゃん、アナログ版型のチョコレート。ああ、なんかあったね。でも LP じゃないでしょ。LP じゃない。LP でかいな。ボーリング結構負けてるっしょ。君は。はい、負けてます。勝負になんねえよね、コンスタントに200出す人いないからとか出ねえよ。でも3ゲームに1回はまずこれをこうそうだし200なんかだって人生で2回しかねえよ最高2回もあんたでも2回あ264かな最高プロだよそれでも230何本だよお金取られるから上手くなる取られバイトしたって最初バイト来た女の子いてで今日ボーリング大会だからとか言って連れて行って帰りに6000何本負けたんだよ私の今日のバイト代Is the stock market report. On the music scene, The Pillows, a new band popular with the younger generation, released a song today titled Tiny Boat. This is their third CD released since they signed a new contract with the King Records. Now in their studio recording a new album, when asked to comment on the album, they said, "Welcome to the Swingers Nightclub."の手前であなたが現れるのを待ち続けていたちょっと目を離した隙に消えてしまいそうな儚い虹を追いかけて迷子になってたんだよツバメが飛んでた足音が聞こえた夢じゃなかった初めて僕は一人じゃなくなったあなたは特別で他の誰とも違う不思議だね出会うことが決まってたみたいになんだか懐かしくて胸がくすぐったい物語に描かれてるような眩しい川のほとり二人で乗れる小さな船を見つけた
に描かれてるような眩しい川のほとり、小さな船を見つけた二人をどこまでも運ぶタイニーボート。どこから来てどこに行くのかを矢印でたどれる地図はいらない。交差点は足跡だらけで、どれが僕らのかなんて大した意味はないぜ。風が吹けば見えなくても感じてた、なびく旗のように震えたい。手を伸ばしてる、yeah、向き合う二人にその時が来れば、oh、強く握れるはずさ。君といるのが好きで、あとはほとんど嫌いで、周りの色に馴染めたい、出来損ないのカメレオン、優しい歌を歌いたい、拍手は一人分でいいのさ。それは君のことだよ。I wanna be your gentleman. One, two, three. Look now, I say, I say, I say, about a man on a railway street. Down the center of San Obama, little San Obama, look now, son of a bitch, I hold a say, I never heard of us. Oh,
感じる孤独はたかが知れてるはずだよ。もうこれ以上ないほど寂しいまま死ぬまで眠らないぜ。ずっとずっとずっと足りない頭を首にぶら下げて道で